京都のリストランテ中本の中本です。よろしくお願いいたします。本日はですね、パスタご用意しようと思います。生地から練っていきまして、ラビオリ中に詰めるものをする、パスタをご用意しております。今の時期ですね、トマトとズッキーニなんかも美味しいですし、それとあとはバジル、香りもいいものが、出てくるので、そちらと合わせていこうと。この時期だけにしかないズッキーニの花も少し手に入りましたので、そちらも一緒に料理で仕上げていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。バジルですね、この時期農家さんからたくさん入りますし、バジル結構育ちが早いのでいろいろたくさんもらうんですけども、全部食べようと思うとなかなか大変かなと思いますけど、オイルにして今回は料理に使おうと思います。そしたらバジルのオイルですね、茎なんかを取ってもらって、こういう状態、もちろん葉っぱだけでもいいですけど、これくらいの柔らかい茎やったら美味しくオイルにもなるかなと思うので、ざっくりと用意してます。お湯ですね、沸かしてもらって、1%、1.5% ぐらいの塩、パスタを茹でる塩と同じものでいいです。あとは氷水ですね、一度湯がくブランシールしてから氷水で色止めしますんで、まずはちょっとずつですね、もう本当にさっとでいいです。もう2秒3秒ぐらいですね。で氷水で本当に冷たい状態ですぐ冷やして色を止めてあげると。ポイントはもう一瞬湯がくだけで、あとはもうすぐ氷水に落とすということですね。急冷してあげるっていうのが大事になってくるので、ここでしっかりと冷水に浸かるようにしてあげて、もう完全に冷たい状態ですねにします。はい、あとは絞っていきますね。ここでもしっかりと水分を絞ってあげるといいオイルができますので。はい、絞りました。そしたら今からミキサーで回します。太白ごま油ですね。もちろんオリーブオイルでもいいですけど、オリーブの香りがついているので、本当にもう香りのないオイルがいいかなと思います。うちは太白ごま油使いますし、もしサラダオイルしかないという場合でもサラダオイルでもいいのかなと思います。太白が一番何かフレーバーオイルを使う点でおいてはすごく優れているかなと思いますね。で下茹でして絞ったそのバジルを測って、それと同量のオイルですね入れてミキサーにかけます。バジルが 200g ないとこのレシピは使えないとかそういうのではなくて、あるバジルの量で作れるっていうのがこれの利点かなと思いますので、120入れます。そしてで120測ります。はい、入れていきます。閉めて、もう普通の家庭用のミキサーでいいので、こういう状態ですね。で周りについている部分があるので、これをまた落としてあげて何度かに分けてミキサーしてあげると、ボウルにざる2つですね。でリードペーパー、これキッチンペーパーだとちょっと目が細かすぎて抜けないと思うんで、油取り用のリードペーパーみたいなのが一番いいかなと思います。こちらにこのオイルを落としていきましょう。そしたらですね、このまま冷蔵庫で、もしくはちょっと涼しいところですね、
2時間3時間置いといてもらえたら、もし可能やったら前日に作って1日置いといてもらうとパッと綺麗なオイルが出てますので、今現段階でこれですね、香りのついたオイルがしっかりと出てますので、このままちょっと放置しておきます。そしたら次はトマトウォーターを取っていきますね。トマトのコンソメみたいなものですね。トマトをミキサーで回してリードペーパーをかましたものにして透明のトマトの、液体を取っていこうと思います。まずトマト自体を切っていきます。ヘタを取って切れたらそしたらここに、一つまみの塩ですねを入れて、またミキサーにかけていきます。もうこれもがっつりとミキサーにかけてもらって、だいたい30秒ぐらいしっかりとかけてもらって、こういうジュースの状態ですね。はい、これをまたこちらにこしていきます。こしていきます。でこれもバジル同様液体だけを取り出したいので、ここで押さえたりするのではなく、このまま少し放置して透明な液体を取っていくイメージになります。これで少し時間を置いておくと下に透明な液体がどんどん溜まってくるので、これもしばらく放置しておきます。そうですね、これだいたい早かったら30分40分ぐらいでポンポンと抜けてきますけども、そのトマトの状況にもよってなかなかゼラチン質みたいな形でこういう状態になってくると結構時間がかかったりするので、これも前日に作っといてもらったりとか、なんかトマトが大量に手に入った時に仕込んでおくっていうのはいいかなとは思います。はい。そしたら次は、パスタ生地ですね。こちらうちが使っている粉、ちょっと特殊なセモリナ粉になるんですけども、セモリナ粉を一番細かくひいてもらっているんで、これちょっと粉手に入りにくいかもしれないですけど、ご家庭でやる場合は、強力と薄力粉混ぜてもらってもいいのかなと思います。64ぐらいで強力6で、薄力4ぐらいで測ってもらうといいかな。これ総量が 120g になってますんで、こちらで作っていきます。卵が5個ですね。卵黄を取ってます。オリーブオイルを一回しかけていただいて、でここに卵黄を加えていきますね。まずは2つ加えていただいて、手で潰しながら混ぜてもらいます。これパスタ生地、卵黄だけを使った黄色い少しリッチなパスタ生地作っていきますね。でその粉の状態によって含んでる水分量がちょっと変わってくるので、一概に卵が何グラムですっていうレシピが作りにくいのがパスタ生地かなと思いますけども、こういう風に少しずつ加えて状態見ながらやってもらうと、しかも動画で残ってたら分かりやすいのかなと思いますね。手でこすり合わせるように粉一粒一粒に卵が行き渡るようなイメージで作っていきます。まずは練るというよりは合わせていくというイメージですね。はい、ここでまた少し1個出します。同じことですね。同じように指の腹を使って合わせた後すり合わせていくと、手を使って手についている部分を落としながらしっかりと練るというよりは合わせていくというイメージですね。はい、そしたらここで最後の卵黄を入れます。
そうするとだんだんとさっきよりも一粒一粒の粒が大きくなってくるイメージですね。これを最終的に一つにまとめ上げるという感じで作ります。もしここでもう一個卵黄入るような感じにまとまらなかったら入れてもらっていいんですけど、ちょっと卵白が余ってるんで卵黄だけになるとこの卵白を足してもらっても、食感が良くなるかなと思いますね。少し卵白を足してまたさっきと同じようにですね、混ぜていきます。もちろん卵黄ばっかりで作ってリッチな生地作るのももちろんいいと思いますけども、卵白がどうしても余ってくるので、そちらを消費する分でどんどん合わせてもらってもいいのかなと思います。で最終的に塊になってくるので、手についている部分も取ってあげて一塊にまとめ上げます。でここでゴシゴシって練ると、グルテンが働いてちょっとブリンなパスタになってしまうので、ここではもう固めるだけですね。後で伸ばしていく作業があるので、大体こういう風に固まると、あと冷蔵庫で 2,30 分休ませるといい感じにツヤも出てくると思いますので、はい、しっかりとラップして、空気に触れるとそこが硬くなってくるので、空気に触れないようにしっかりとラップして、こういう状態ですね。で冷蔵庫入れていきます。そしたら次ソースですね、作っていきます。まず今日はズッキーニ、花ズッキーニいいものが地元の農家さん作ってくださるので、ズッキーニですね。まずはここ取っていただいて、ズッキーニですね。このガックもちょっと鮮度のいいものやったらここがだいぶ硬くなってるんで取っていただいて、開いてもらいます。目の部分は使わないと、こちらですね。この2つ使っていきますので、もちろん花手に入る時期すごく少ないですし、なかなか普通のスーパーでは売ってないかなと思いますので、ズッキーニだけでも大丈夫と思いますけど、こういう風に季節でいいものが手に入るのであれば使っていただくとより美味しいかなと。そしたらまず花を一つずつ裂いていきましょう。これで炒めてソースにしていくので、はい、これはこれ置いときます。でズッキーニですね。ズッキーニ自体は硬いところがあるとあれなので、これを取り除いて、あとは切っていきます。もし大きいズッキーニを使う場合はちょっと種の部分を取ってあげると、美味しいかなと思います。ここがちょっと水っぽくなっちゃうので、でも小さい場合はすごく味が凝縮しているので、もう普通に小口から切ってあげて、はい、これで切っておきますね、材料を。次はですね、じゃがいもの詰め物ですね。パスタの中に詰めるラビオリの具を作っていきます。こちらに湯がいてあるじゃがいもですね。もうパスタぐらいの塩をして丸のまま湯がいてますので、こちらを、あとはボウルと、裏ごし器ですね。皮をむいて、これは熱いうちにやっていただいた方が芋が剥きやすいしこしやすいですね。はい、こちらですね。はい、そして熱いうちに裏ごしていきます。潰して練るんじゃなくて押し付けるような形ですね。こしていきます。こういう風に練ったりしないで、そこがポイントかなと。練るとすごいブリブリのじゃがいもになっちゃうので、押さえつけて押さえつけて、
そしたらこういう形ですね。で裏にもついているので、これを落としてあげて、じゃがいもの、ピューレマッシュポテトを作るような要領ですね。マスカルポーネチーズですね。じゃがいもとマスカルポーネ、クリームチーズの相性すごくいいので、どのメーカーのマスカルポーネでも美味しく作れるかなと思います。裏ごしたじゃがいもが200、ちょうど 200g ですね。そしたらマスカルポーネを100、2分の1ですね、入れていただくとちょうどいい具合になるかなと思います。60、200g のじゃがいもに 100g のマスカルポーネ、はい、ゆっくりと混ぜ合わせていきます。じゃがいもがあったかいのでチーズもすごく溶けて馴染みやすいかなと思います。ここでもあまり練らないように切るようなイメージで作っていきます。だんだんとじゃがいもの余熱でクリームチーズが溶けてくるのが分かると思いますので、これ詰め物になるので少し味をしっかりめに作ってあげた方が、パスタとして食べるときに美味しく感じるので、少し塩ですね。はい、味見をして、塩が足りなければもう少し入れましょう。もうクリーミーなクリームチーズ使ってもらうと、もうすごいこの時点でもう美味しそうな形になってますので良いのかなと。もしすごく硬いクリームチーズとかで水分が足りないなと思ったら牛乳か生クリーム足してもらって、これくらいの硬さに調整してもらえるといいのかなと思います。はい、完成です。冷めるまで落としラップで、そしたら、ソースを作っていきます。まずフライパン、鍋ですねにオリーブオイルを少し、ここにアンチョビのフィレを1枚ですね。先ほどのズッキーニの量ですと、ちょっと温めて炒めてあげるようなイメージ。少し炒まってきたら先ほどのズッキーニを加えていきます。はい、そしたらゆっくりと炒めていきますね。少ししんなりして食感が残るぐらいのところまで炒めていきます。はい、だいたい炒まってきたらここに、ズッキーニの花ですね加えます。一気に入れます。で一緒に炒めていきます。花が少ししんなりしてきたらですね、もう弱火に落としてあげて、してあげて、でここに少し、パスタの茹で汁ですね。今からパスタ湯がくように用意してあったもの 1.5% の塩水ですねを少し加えてあげて、水分をプラスしてあげます。もちろん鶏だしとかあさりだしとか家にあったらそれを使ってもらってもいいですし、うちら普段の営業でしたらあさりだしを足したりしますね。うまみをプラスするので、
けどご家庭にない場合はパスタに茹で汁を少量加えていただいて、少しソースっぽくしてもらえるといいかなと思いますね。少し水分がにじみ出るような、それくらいのイメージで、少しシャキッとした歯ごたえも残ってて火も通ってるっていうようなズッキーニの美味しい状態になったら、このまま置いといてください。でパスタを仕上げていきます。そしたらパスタ仕上げていきますね。まず先ほど作ったじゃがいもとマスカルポーネの詰め物ですね。こちらを、サッカーポーシュ絞り出し袋に、もう100均とかで売ってる絞り出し袋で全然問題ないので入れていただいて、必要な分をで準備しておきます。そしたら先ほどの、作ったパスタを切っていきますね。必要な分ですね、切りましょう。少し打ち粉をしてあげて、で麺棒で伸ばしていきます。まず手で押さえつけて、普段営業ではパスタマシンを使って伸ばしてるんですけども、今回は家でもできるように、もちろんこの板家にないと思いますけども、まな板の上であるとかテーブルの上に少し打ち粉を多めにしてあげて、麺棒で伸ばしてあげるといいと思います。で生地を回しながら、ひっつきそうになると打ち粉をしてあげて、できるだけ薄くですね。もうすぐ湯がくので極力薄く伸ばしてあげて、生地の食感を楽しんでいただきたいなと。中心から外側に向かって回しながら、ね、ちょっとひっつきそうならまた粉をしっかりとつけてあげて、そばを伸ばすような要領で。で薄くなりだすと打ち粉をいっぱいするとどんどん乾燥してパスタが硬くなっちゃうので、この辺りから極力も残ってる打ち粉を伸ばしながら、周りにつけながらですね、作っていきます。ご家庭で作る時はもうこれ以上薄くできひんやろうっていうぐらい頑張って薄くしてもらえると食感はすごく良くなると思いますね。こういう感じにしましょう。そしたら、これくらいに切りましょう。これのですね、切った面を下にしてもらって、これで抜いていこうと思いますので、これの半分ですね、抜く型の半分、もしなかったら四角に切ってもらって作ってもいいと思いますので、中心にそしたらこれを半分に折り曲げて、詰め物の周りの空気を抜いてあげるようなイメージで成形していきます。こういう形で、ちょっとやばしちゃった。成形していきます。カットしていきますね。そしたらフォークでラビオリですね。伸ばしたての生地ですぐ成形してあげるのであれば、なんか水を塗ってあげる必要はないかなと思います。その後フォークで押さえつけるので、これでここから割れる心配はないのかなと思いますので、
ラビオリですね。そしたらこれをすぐ湯がいていくと美味しく作れますので、そうしましたらこっちがトマトウォーターになりますね。こういう感じで液体が透明になってトマトのうまみだけがポタポタと落ちますので、トマトの質によってはすごく時間かかったりするので1日前ぐらいにやっておいた方が無難かもしれないですね。バジルオイルになりますね。すごく濃いバジルの色になってますんで、そしたらパスタを湯がいていきましょう。作りたてのパスタですね。ラビオリを入れます。作りたてですともう本当にもう20秒ぐらい湯がくだけで出来上がるので、この出来たてのパスタの味を楽しんでいただきたいですね。ラビオリ自体の大きさをあまり大きく作らずに、中に詰める詰め物も、これくらいの今作ったぐらいの量にしておくと茹で上がるのも早いですし、中の詰め物が温まるのも早いですし、これが大きくなったり高さが出てくると中が温まるのにすごく時間がかかっちゃうので、そうすると生地とのバランスが悪くなっちゃうので、生地に火が入りすぎると。ですので今作ったぐらいの大きさが一番ベストかなと思います。茹で上がったらもう大丈夫ですね。バットに取り置きます。はい、盛り付けていきます。先ほどのズッキーニのソースですね。まずは真ん中に敷きましょう。はい、次はラビオリですね。下のソースを隠すようなイメージで盛り付けてください。ここにあるハーブをディルでもいいですし、今はオキサリスを盛り付けてますけども、お好みのハーブ、小さいバジルを盛り付けてあげてもいいと思います。小さい大葉の葉っぱを盛り付けてあげても可愛らしいかなと思いますので、で先ほどのトマトウォーターですね、こちらをソース代わりにしていきますので、バジルオイルですね、先ほど作った色のしっかりと濃いものをトマトウォーターの上に垂らしてあげて、お客様の前でソースを注いであげるというスタイルで本日はご用意しました。完成ですね。ありがとうございます。ズッキーニの食感も残しつつ、貴重なこの時期の花もね、召し上がっていただいて、バジルとトマトと相性が確実なものを合わせてる感じですね。あとラビオリのうまさっていうと生地と、あとは中身、今回はね周りが植物性ばっかりだったので、
チーズっていう形でマスカルポーネとじゃがいもと合わせた感じなので、食べ応えもしっかりとあるパスタの一皿になっているのかなとは思いますね。